カッパ。どうかカッパと発音してください。これはある精神病院の患者第23号が誰にでも喋る話である。彼はもう30を越しているであろうが、一見したところはいかにも若々しい狂人である。彼の半生の経験は、いや、そんなことはどうでもよい。彼はただじっと両膝を抱え、時々窓の外へ目をやりながら、鉄格子をはめた窓の外には枯れ葉さえ見えないカシの木が一本、雪曇りの空に枝を張っていた。院長の S 博士や僕を相手に長々とこの話を喋り続けた。もっとも身振りはしなかったわけではない。彼は例えば驚いたという時には急に顔をのけぞらせたりした。僕はこういう彼の話をかなり正確に写したつもりである。もしまた誰か僕の筆記に飽き足りない人があるとすれば、東京市街バツバツ村の S 精神病院を訪ねてみるがよい。年よりも若い第23号は、まず丁寧に頭を下げ、布団のない椅子を指さすであろう。それから憂鬱な微笑を浮かべ、静かにこの話を繰り返すであろう。最後に僕はこの話を終わった時の彼の顔色を覚えている。彼は最後に身を起こすが早いか、たちまち肩骨を振り回しながら誰にでもこう怒鳴りつけるであろう。出て行け、この悪党めが。貴様もバカな、嫉妬深い、わいせつな、ずうずうしい、うぬぼれきった、残酷な、虫のいい動物なんだろう。出て行け、この悪党めが。3年前の夏のことです。僕は人並みにリュックサックを背負い、あの上高地の温泉宿から穂高山へ登ろうとしました。穂高山へ登るのにはご承知の通り、あずさ川を遡るほかはありません。僕は前に穂高山はもちろん槍ヶ岳にも登っていましたから、朝霧の降りたあずさ川の谷を案内車もつけずに登って行きました。朝霧の降りたあずさ川の谷を。しかしその霧はいつまで経っても晴れる景色は見えません。のみならずかえって深くなるのです。僕は1時間ばかり歩いた後、一度は上高地の温泉宿へ引き返すことにしようかと思いました。けれども上高地へ引き返すにしても、とにかく霧の晴れるのを待った上にしなければなりません。と言って霧は一刻ごとにずんずん深くなるばかりなのです。いっそ登ってしまえ。僕はこう考えましたから、あずさ川の谷を離れないように熊笹の中を分けて行きました。しかし僕の目を遮るものはやはり深い霧ばかりです。もっとも
時々霧の中から太いブナやもみの枝が青々と葉を垂らしたのも見えなかったわけではありません。それからまた放牧の馬や牛も突然僕の前へ顔を出しました。けれどもそれらは見えたと思うと、たちまち悶々とした霧の中に隠れてしまうのです。そのうちに足もくたびれてくれば、腹もだんだん減り始める。おまけに霧に濡れ通った登山服や毛布なども並大抵の重さではありません。僕はとうとう蛾を折りましたから、岩にせかれている水の音を頼りにあずさ川の谷へ降りることにしました。僕は水際の岩に腰掛け、とりあえず食事に取り掛かりました。コーンドビーフの缶を切ったり、枯れ枝を集めて火をつけたり、そんなことをしているうちに、かれこれ10分は経ったでしょう。その間に、どこまでも意地の悪い霧はいつかほのぼのと晴れかかりました。僕はパンをかじりながら、ちょっと腕時計を覗いてみました。時刻はもう1時20分過ぎです。が、それよりも驚いたのは、何か気味の悪い顔が一つ、丸い腕時計のガラスの上へちらりと影を落としたことです。僕は驚いて振り返りました。すると、僕がカッパというものを見たのは、実にこの時が初めてだったのです。僕の後ろにある岩の上には、絵にある通りのカッパが一匹、片手は白樺の幹を抱え、片手は目の上にかざしたなり、珍しそうに僕を見下ろしていました。僕はあっけに取られたまま、しばらくは身動きもしずにいました。カッパもやはり驚いたと見え、目の上の手さえ動かしません。そのうちに僕は飛び立つが早いか、岩の上のカッパへ踊りかかりました。同時にまたカッパも逃げ出しました。いや、おそらくは逃げ出したのでしょう。実は、ひらりと身をかわしたと思うと、たちまちどこかへ消えてしまったのです。僕はいよいよ驚きながら、熊笹の中を見回しました。するとカッパは逃げ腰をしたなり、2、3メートル隔たった向こうに僕を振り返って見ているのです。それは不思議でも何でもありません。しかし僕に意外だったのはカッパの体の色のことです。岩の上に僕を見ていたカッパは一面に灰色を帯びていました。けれども今は体中すっかり緑色に変わっているのです。僕は、畜生と大声を上げ、もう一度カッパへ飛びかかりました。カッパが逃げ出したのはもちろんです。それから僕は30分ばかり熊笹を突き抜け、岩を飛び越え、シャニムにカッパを追い続けました。カッパもまた足の速いことは決して猿などに劣りません。
僕は夢中になって追いかける間に何度もその姿を見失おうとしました。のみならず足を滑らせて転がったこともたびたびです。が、大きいトチの木が一本、ふとぶとと枝を張った下へ来ると、幸いにも放牧の牛が一匹、カッパの行く先へ立ちふさがりました。しかもそれは角の太い、目を縛らせたお牛なのです。カッパはこのお牛を見ると何か悲鳴を上げながらひときわ高い熊笹の中へもんどりを打つように飛び込みました。僕も閉めたと思いましたから、いきなりその後へ追いすがりました。するとそこには僕の知らない穴でも開いていたのでしょう。僕は滑らかなカッパの背中にやっと指先が触ったと思うと、たちまち深い闇の中へ真っ逆さまに転げ落ちました。が、我々人間の心はこういう危機一髪の際にも途方もないことを考えるものです。僕はあっと思う拍子にあの上高地の温泉宿のそばにかっぱ橋という橋があるのを思い出しました。それから先のことは覚えていません。僕はただ目の前に稲妻に似たものを感じたぎり、いつの間にか正気を失っていました。そのうちにやっと気がついてみると、僕は仰向けに倒れたまま大勢のカッパに取り囲まれていました。のみならず太いくちばしの上に鼻眼鏡をかけたカッパが一匹、僕のそばへひざまずきながら僕の胸へ聴診器を当てていました。そのカッパは僕が目を開いたのを見ると僕に静かにという手真似をし、それから誰か後ろにいるカッパへクックと声をかけました。するとどこからかカッパが2匹担架を持って歩いてきました。僕はこの担架に乗せられたまま大勢のカッパが群がった中を静かに何丁か進んで行きました。僕の両側に並んでいる町は少しも銀座通りと違いありません。やはりブナの並木の陰にいろいろの店が日よけを並べ、そのまた並木に挟まれた道を自動車が何台も走っているのです。やがて僕を乗せた担架は細い横丁を曲がったと思うと、ある家の中へ担ぎ込まれました。それは後に知ったところによれば、あの鼻眼鏡をかけたカッパの家、チャックという医者の家だったのです。チャックは僕を小綺麗なベッドの上へ寝かせました。それから何か透明な水薬を一杯飲ませました。僕はベッドの上に横たわったなり、チャックのするままになっていました。実際また僕の体はろくに身動きもできないほど節々が痛んでいたのですから、チャックは
一日に2、3度は必ず僕を診察に来ました。また3日に1度ぐらいは僕の最初に見かけたカッパ、バッグという漁師も訪ねてきました。カッパは我々人間がカッパのことを知っているよりもはるかに人間のことを知っています。それは我々人間がカッパを捕獲することよりもずっとカッパが人間を捕獲することが多いためでしょう。捕獲というのは当たらないまでも我々人間は僕の前にもたびたびカッパの国へ来ているのです。のみならず一生カッパの国に住んでいた者も多かったのです。なぜと言ってごらんなさい。僕らはただカッパではない人間であるという特権のために働かずに食っていられるのです。現にバッグの話によれば、ある若い道路甲府などはやはり偶然この国へ来た後、メスのカッパを妻にめとり死ぬまで住んでいたということです。もっともそのまたメスのカッパはこの国第一の美人だった上、夫の道路工夫をごまかすのにも妙を極めていたということです。僕は1週間ばかり経った後、この国の法律の定めるところにより特別保護住民としてチャックの隣に住むことになりました。僕の家は小さい割にいかにも瀟洒と出来上がっていました。もちろんこの国の文明は我々人間の国の文明、少なくとも日本の文明などとあまり大差はありません。往来に面した客間の隅には小さいピアノが1台あり、それからまた壁には額縁へ入れたエッチングなどもかかっていました。ただ肝心の家をはじめ、テーブルや椅子の寸法もカッパの身長に合わせてありますから、子供の部屋へ入れられたようにそれだけは不便に思いました。僕はいつも日暮れ型になるとこの部屋にチャックやバッグを迎え、カッパの言葉を習いました。いや、彼らばかりではありません。特別保護住民だった僕に誰も皆好奇心を持っていましたから、毎日血圧を調べてもらいにわざわざチャックを呼び寄せるゲールというガラス会社の社長などもやはりこの部屋へ顔を出したものです。しかし最初の半月ほどの間に一番僕と親しくしたのはやはりあのバッグという漁師だったのです。ある生暖かい日の暮れです。僕はこの部屋のテーブルを中に漁夫のバッグと向かい合っていました。するとバッグはどう思ったか、急に黙ってしまった上、大きい目を一層大きくしてじっと僕を見つめました。僕はもちろん妙に思いましたから、バッグ、と言いました。これは日本語に翻訳すれば、おい、バッグ、どうしたんだということです。が、バッグは
返事をしません。のみならず、いきなり立ち上がると、べろりと舌を出したなり、ちょうどカエルの跳ねるように飛びかかる景色さえ示しました。僕はいよいよ不気味になり、そっと椅子から立ち上がると、一足飛びに小口へ飛び出そうとしました。ちょうどそこへ顔を出したのは、幸いにも医者のチャックです。こら、バッグ、何をしているのだ。チャックは鼻眼鏡をかけたまま、こういうバッグを睨みつけました。すると、バッグは恐れ入ったと見え、何度も頭へ手をやりながら、こう言ってチャックに謝るのです。どうも誠に相すみません。実は、この旦那の気味悪がるのが面白かったものですから、つい調子に乗っていたずらをしたのです。どうか旦那も堪忍してください。僕はこの先を話す前に、ちょっとカッパというものを説明しておかなければなりません。カッパは未だに実在するかどうかも疑問になっている動物です。が、それは僕自身が彼らの間に住んでいた以上、少しも疑う余地はないはずです。ではまた、どういう動物かといえば、頭に短い毛のあるのはもちろん、手足に水かきのついていることも、水庫攻略などに出ているのと著しい違いはありません。身長もざっと1メートルを超えるか超えぬくらいでしょう。体重は医者のチャックによれば20ポンドから30ポンドまで、稀には50何ポンドぐらいの大カッパもいると言っていました。それから頭の真ん中には楕円形の皿があり、そのまた皿は年齢によりだんだん硬さを加えるようです。現に年を取ったバッグの皿は若いチャックの皿などとは全然手触りも違うのです。しかし一番不思議なのはカッパの皮膚の色のことでしょう。カッパは我々人間のように一定の皮膚の色を持っていません。何でもその周囲の色と同じ色に変わってしまう。例えば草の中にいるときには草のように緑色に変わり、岩の上にいるときには岩のように灰色に変わるのです。これはもちろんカッパに限らずカメレオンにもあることです。あるいはカッパは皮膚組織の上に何かカメレオンに近いところを持っているのかもしれません。僕はこの事実を発見したとき、西国のカッパは緑色であり、東北のカッパは赤いという民族学上の記録を思い出しました。のみならず、バッグを追いかけるとき、突然どこへ行ったのか見えなくなったことを思い出しました。しかもカッパは皮膚の下によほど厚い脂肪を持っていると見え、この地下の国の温度は比較的低いのにもかかわらず、平均下肢50度前後です。着物というものを知らずにいるのです。もちろん、どのカッパもメガネをかけたり、巻きタバコの箱を携えたり、金入れを持ったりはしているでしょう。しかしカッパはカンガルーのように
腹に袋を持っていますから、それらのものをしまうときにも格別不便はしないのです。ただ僕におかしかったのは、腰の周りさえ覆わないことです。僕は、ある時にこの習慣をなぜかとバッグに尋ねてみました。すると、バッグはのけぞったまま、いつまでもゲラゲラ笑っていました。おまけに、私はお前さんの隠しているのがおかしい、と返事をしました。僕はだんだんカッパの使う日常の言葉を覚えてきました。したがって、カッパの風俗や習慣も飲み込めるようになってきました。その中でも一番不思議だったのは、カッパは我々人間の真面目に思うことをおかしがる。同時に我々人間のおかしがることを真面目に思う。こういうトンチンカンな習慣です。例えば、我々人間は正義とか人道とかいうことを真面目に思う。しかしカッパはそんなことを聞くと腹を抱えて笑い出すのです。つまり彼らの滑稽という観念は我々の滑稽という観念と全然標準を異にしているのでしょう。僕はある時医者のチャックと育児制限の話をしていました。するとチャックは大口を開いて鼻眼鏡の落ちるほど笑い出しました。僕はもちろん腹が立ちましたから何がおかしいかと詰問しました。何でもチャックの返答はだいたいこうだったように覚えています。もっとも多少細かいところは間違っているかもしれません。何しろまだその頃は僕もカッパの使う言葉をすっかり理解していなかったのですから。しかし、両親の都合ばかり考えているのはおかしいですからね。どうもあまり手前勝手ですからね。その代わりに我々人間から見れば実際またカッパのお産ぐらいおかしいものはありません。現に僕はしばらく経ってからバッグのサイ君のお産をするところをバッグの小屋へ見物に行きました。カッパもお産をするときには我々人間と同じことです。やはり医者や産婆などの助けを借りてお産をするのです。けれどもお産をするとなると父親は電話でもかけるように母親の生殖器に口をつけ、お前はこの世界へ生まれてくるかどうかよーく考えた上で返事をしろと大きな声で尋ねるのです。バッグもやはり膝をつきながら何度も繰り返してこう言いました。それからテーブルの上にあった消毒用の水薬でうがいをしました。するとサイ君の腹の中の子は多少気兼ねでもしていると見え、こう小声に返事をしました。僕は生まれたくはありません。第一、僕のお父さんの遺伝は精神病だけでも大変です。その上僕はカッパ的存在を悪いと信じていますから。バッグは
この返事を聞いたとき、照れたように頭をかいていましたが、そこに居合わせた産婆は、たちまち細君の生殖器へ太いガラスの管を突き込み、何か液体を注射しました。すると、細君はほっとしたように太い息を漏らしました。同時に、また今まで大きかった腹は、水素ガスを抜いた風船のようにヘタヘタと縮んでしまいました。こういう返事をするくらいですから、カッパの子供は生まれるが早いか、もちろん歩いたり喋ったりするのです。なんでも、チャックの話では、出産後26日目に神の有無について講演をした子供もあったとかいうことです。もっとも、その子供は2月目には死んでしまったということですが、お産の話をしたついでですから、僕がこの国へ来た3月目に偶然ある町の角で見かけた大きいポスターの話をしましょう。その大きいポスターの下には、ラッパを吹いているカッパだの、剣を持っているカッパだのが12、13匹書いてありました。それからまた上にはカッパの使うちょうど時計のゼンマイに似た螺旋文字が一面に並べてありました。この螺旋文字を翻訳すると、だいたいこういう意味になるのです。これもあるいは細かいところは間違っているかもしれませんが、とにかく僕としては、僕と一緒に歩いていたラップというカッパの学生が大声に読み上げてくれる言葉をいちいちノートに取っておいたのです。遺伝的義勇体を募る健全なる男女のカッパよ。悪遺伝を撲滅するために、不健全なる男女のカッパと結婚せよ。僕はもちろんその時にもそんなことの行われないことをラップに話して聞かせました。するとラップばかりではないポスターの近所にいたカッパはことごとくゲラゲラ笑い出しました。行われない？だってあなたの話ではあなた方もやはり我々のように行っていると思いますがね。あなたは霊側が女中に惚れたり、霊嬢が運転手に惚れたりするのは何のためだと思っているのです？あれは皆無意識的に悪遺伝を撲滅しているのですよ。第一、この間あなたの話したあなた方人間の義勇隊よりも一本の鉄道を奪うために互いに殺し合う義勇隊ですね。ああいう義勇隊に比べればずっと僕たちの義勇隊は高尚ではないかと思いますがね。ラップは真面目にこう言いながら、しかも太い腹だけはおかしそうに絶えず涙立たせていました。が、僕は笑うどころか慌ててあるカッパを捕まえようとしました。それは僕の油断を見すまし、そのカッパが僕の万年筆を盗んだことに気がついたからです。しかし、皮膚の滑らかなカッパは容易に我々には捕まりません。そのカッパもぬらりと滑り落ちるが早いか、一産に逃げ出してしまいました。ちょうど蚊のように痩せた体を倒れるかと思うくらい
のめらせながら、僕はこのラップというカッパにバッグにも劣らぬ世話になりました。が、その中でも忘れられないのはトックというカッパに紹介されたことです。トックはカッパ仲間の詩人です。詩人が髪を長くしていることは我々人間と変わりません。僕は時々トックの家へ退屈しのぎに遊びに行きました。トックはいつも狭い部屋に高山植物の鉢植えを並べ、詩を書いたりタバコを飲んだり、いかにも気楽そうに暮らしていました。そのまた部屋の隅にはメスのカッパが一匹。トックは自由恋愛家ですから細君というものは持たないのです。編み物か何かしていました。トックは僕の顔を見るといつも微笑してこう言うのです。もっともカッパの微笑するのはあまりいいものではありません。少なくとも僕は最初のうちはむしろ不気味に感じたものです。いや、よく来たね。まあその椅子にかけたまえ。トックはよくカッパの生活だの、カッパの芸術だの話をしました。トックの信ずるところによれば、当たり前のカッパの生活ぐらい馬鹿げているものはありません。親子、夫婦、兄弟などというのはことごとく互いに苦しめ合うことを唯一の楽しみにして暮らしているのです。ことに家族制度というものは馬鹿げている以上にも馬鹿げているのです。トックはある時窓の外を指さし、見たまえ、あの馬鹿げさ加減を、と吐き出すように言いました。窓の外の往来にはまだ年の若いカッパが一匹、両親らしいカッパをはじめ七八匹のメスオスのカッパを首の周りへぶら下げながら息も絶え絶えに歩いていました。しかし僕は年の若いカッパの犠牲的精神に感心しましたから、かえってそのけなげさを褒めたてました。君はこの国でも市民になる資格を持っている。時に君は社会主義者かね。僕はもちろん、これはカッパの使う言葉ではしかりという意味を表すのです。と答えました。では、100人の凡人のために甘んじて一人の天才を犠牲にすることも顧みないはずだ。では、君は何主義者だ？誰かトック君の信条は無政府主義だと言っていたが。僕か？僕は超人、直訳すれば超カッパです。だ。トックは公然と言い放ちました。こういうトックは芸術の上にも独特な考えを持っています。トックの信ずるところによれば、芸術は何者も支配をも受けない芸術のための芸術である。したがって芸術家たる者は何よりも先に善悪を絶した超人でなければならぬというのです。
もっともこれは必ずしもトック一匹の意見ではありません。トックの仲間の詩人たちは大抵同意見を持っているようです。現に僕はトックと一緒にたびたび超人クラブへ遊びに行きました。超人クラブに集まってくるのは詩人、小説家、戯曲家、批評家、画家、音楽家、彫刻家、芸術上の素人などです。しかし、いずれも超人です。彼らは伝統の明るいサロンにいつも快活に話し合っていました。のみならず、時にはとくとくと彼らの超人ぶりを話し合っていました。例えば、ある彫刻家などは、大きい鬼シダの鉢植えの間に、年の若いカッパを捕まえながら、しきりに男色をもてあそんでいました。また、あるメスの小説家などは、テーブルの上に立ち上がったなり、アブさんと60本飲んでみせました。もっとも、これは60本目にテーブルの下へ転げ落ちるが早いか、たちまち往生してしまいましたが、僕はある月のいい晩、詩人のトックと肘を組んだまま、超人クラブから帰ってきました。トックはいつになく沈み込んで、一言も口を聞かずにいました。そのうちに僕らは木陰の差した小さい窓の前を通りかかりました。そのまた窓の向こうには夫婦らしいメスオスのカッパが2匹、3匹の子供のカッパと一緒に晩餐のテーブルに向かっているのです。するとトックはため息をしながら突然こう僕に話しかけました。僕は超人的恋愛家だと思っているがね、ああいう家庭の様子を見るとやはり羨ましさを感じるんだよ。しかしそれはどう考えても矛盾しているとは思わないかね。けれどもトックは月明かりの下にじっと腕を組んだまま、あの小さい窓の向こうを平和な5匹のカッパたちの晩餐のテーブルを見守っていました。それからしばらくしてこう答えました。あそこにある卵焼きは何と言っても恋愛などよりも衛生的だからね。実際またカッパの恋愛は我々人間の恋愛とはよほど趣を異にしています。メスのカッパはこれぞというオスのカッパを見つけるが早いか、オスのカッパを捕らえるのにいかなる手段も顧みません。一番正直なメスのカッパはシャニムにオスのカッパを追いかけるのです。現に僕は気違いのようにオスのカッパを追いかけているメスのカッパを見かけました。いや、そればかりではありません。若いメスのカッパはもちろん、そのカッパの両親や兄弟まで一緒になって追いかけるのです。オスのカッパこそ惨めです。何しろ散々逃げ回った挙句、運よく捕まらずに済んだとしても、2、3ヶ月は床についてしまうのですから、僕はある時僕の家にトックの詩集を読んでいました。
するとそこへ駆け込んできたのは、ラップという学生です。ラップは僕の家に転げ込むと、床の上へ倒れたなり、息も切れ切れにこう言うのです。大変だ。とうとう僕は抱きつかれてしまった。僕はとっさに刺繍を投げ出し、戸口の錠を下ろしてしまいました。しかし、鍵穴から覗いてみると、硫黄の粉末を顔に塗った背の低いメスのカッパが一匹、まだ戸口にうろついているのです。ラップはその日から何週間か僕の床の上に寝ていました。のみならず、いつかラップのくちばしはすっかり腐って落ちてしまいました。もっとも、また時にはメスのカッパを一生懸命に追いかけるオスのカッパもないではありません。しかし、それも本当のところは追いかけずにはいられないようにメスのカッパが仕向けるのです。僕はやはり気違いのようにメスのカッパを追いかけているオスのカッパも見かけました。メスのカッパは逃げてゆくうちにも時々わざと立ち止まってみたり四つん這いになったりして見せるのです。おまけにちょうどいい自分になるとさもがっかりしたように楽々とつかませてしまうのです。僕の見かけたオスのカッパはメスのカッパを抱いたなり、しばらくそこに転がっていました。が、やっと起き上がったのを見ると、失望というか、後悔というか、とにかく何とも形容できない気の毒な顔をしていました。しかし、それはまだいいのです。これも僕の見かけた中に小さいオスのカッパが一匹、メスのカッパを追いかけていました。メスのカッパは例の通り、誘惑的遁走をしているのです。するとそこへ、向こうの町から大きいオスのカッパが一匹、鼻息を鳴らせて歩いてきました。メスのカッパは何かの拍子に、ふとこのオスのカッパを見ると、大変です。助けてください。あのカッパは私を殺そうとするのです。と、金切り声を出して叫びました。もちろん、大きいオスのカッパは、たちまち小さいカッパを捕まえ、往来の真ん中へねじ伏せました。小さいカッパは、水かきのある手に二三度空をつかんだなり、とうとう死んでしまいました。けれども、もうその時には、メスのカッパはニヤニヤしながら、大きいカッパの首ったまへしっかりしがみついてしまっていたのです。僕の知っていたオスのカッパは、誰も皆言い合わせたように、メスのカッパに追いかけられました。もちろん、妻子を持っているバッグでも、やはり追いかけられたのです。のみならず、二三度は捕まったのです。ただ、マッグという哲学者だけは、これはトックという詩人の隣にいるカッパで、一度も捕まったことはありません。これは一つには、マッグぐらい醜いカッパも少ないためでしょう。しかし、また一つには、マッグだけはあまり往来へ顔を出さずに、うちにばかりいるためです。
僕はこのマックのうちにも時々話しに出かけました。マックはいつも薄暗い部屋に七色の色ガラスのランタンを灯し、足の高い机に向かいながら熱い本ばかり読んでいるのです。僕はある時こういうマッグとカッパの恋愛を論じ合いました。なぜ政府はメスのカッパがオスのカッパを追いかけるのをもっと厳重に取り締まらないのです？それは一つには管理の中にメスのカッパの少ないためですよ。メスのカッパはオスのカッパよりも一層嫉妬心は強いものですからね。メスのカッパの管理さえ増えれば、きっと今よりもオスのカッパは追いかけられずに暮らせるんでしょう。しかし、その効力も知れたものですね。なぜと言ってごらんなさい。管理同士でも、メスのカッパはオスのカッパを追いかけますからね。じゃあ、あなたのように暮らしているのは一番幸福なわけですね。すると、マックは椅子を離れ、僕の両手を握ったまま、ため息と一緒にこう言いました。あなたは我々カッパではありませんから、お分かりにならないのももっともです。しかし、私もどうかすると、あの恐ろしいメスのカッパに追いかけられたい気も起こるのですよ。僕はまた詩人のトップとたびたび音楽会へも出かけました。が、未だに忘れられないのは3度目に聞きに行った音楽会のことです。もっとも会場の様子などはあまり日本と変わっていません。やはりだんだんせり上がった席にメスオスのカッパが3、400匹、いずれもプログラムを手にしながら一心に耳を澄ませているのです。僕はこの3度目の音楽会の時にはトックやトックのメスのカッパの他にも哲学者のマッグと一緒になり、一番前の席に座っていました。するとセロの独奏が終わった後、妙に目の細いカッパが一匹、無造作に不本を抱えたまま段の上へ上がってきました。このカッパはプログラムの教える通り、名高いクラバックという作曲家です。プログラムの教える通り、いや、プログラムを見るまでもありません。クラバックはトックが属している超人クラブの会員ですから、僕もまた顔だけは知っているのです。ライド・クラバック。この国のプログラムも大抵はドイツ語を並べていました。クラバックは盛んな拍手のうちにちょっと我々へ一礼した後、静かにピアノの前へ歩み寄りました。それからやはり無造作に自分のリードを弾き始めました。クラバックはトックの言葉によれば、この国の生んだ音楽家中前後に比類のない天才だそうです。僕はクラバックの音楽はもちろん、そのまたヨギの叙情詩にも興味を持っていましたから、大きい弓なりのピアノの音に熱心に耳を傾けていました。トックやマックも恍惚としていたことは、あるいは僕よりも勝っていたでしょう。が、
あの美しい、少なくともカッパたちの話によれば、メスのカッパだけはしっかりプログラムを握ったなり、時々さも苛立たしそうに長い舌をベロベロ出していました。これはマックの話によれば、何でもかれこれ10年前にクラバックを捕まえ損なったものですから、いまだにこの音楽家を目の敵にしているのだということです。クラバックは全身に情熱を込め、戦うようにピアノを弾き続けました。すると、突然会場の中に雷のように響き渡ったのは、演奏禁止という声です。僕はこの声にびっくりし、思わず後ろを振り返りました。声の主は紛れもない一番後ろの席にいる身の丈抜群の巡査です。巡査は僕が振り向いたとき、悠然と腰を下ろしたまま、もう一度前よりも大声に演奏禁止と怒鳴りました。それから先は大混乱です。警官横暴、クラバック引け、引け、バカ、畜生、引っ込め、負けるな。こういう声の湧き上がった中に、椅子は倒れる、プログラムは飛ぶ、おまけに誰が投げるのか、サイダーの空き瓶や石ころやかじりかけのキュウリさえ降ってくるのです。僕はあっけに取られましたから、トックにその理由を尋ねようとしました。が、トックも興奮したと見え、椅子の上に突っ立ちながら、クラバック、引け、引け、とわめき続けています。のみならず、トックのメスのカッパもいつの間に敵意を忘れたのか、警官横暴と叫んでいることは少しもトックに変わりません。僕はやむを得ずマックに向かい、どうしたのですと尋ねてみました。これですか。これはこの国ではよくあることですよ。元来、絵だの、文芸だのは。マックは何か飛んでくるたびにちょっと首を縮めながら相変わらず静かに説明しました。元来、絵だの文芸だのは誰の目にも何を表しているかはとにかくちゃんとわかるはずですから、この国では決して発売禁止や展覧禁止は行われません。その代わりにあるのが演奏禁止なんです。何しろ音楽というものだけはどんなに風俗を回覧する曲でも耳のないカッパにはわかりませんからね。しかしあの巡査は耳があるのですか？さあ、それは疑問ですね。多分今の旋律を聞いているうちに、サイ君と一緒に寝ている時の心臓の鼓動でも思い出したのでしょう。こういう間にも大騒ぎはいよいよ盛んになるばかりです。クラバックはピアノに向かったまま、呆然と我々を振り返っていました。が、いくら呆然としていても、いろいろのものの飛んでくるのは避けないわけにいきません。したがって、つまり2、3秒おきにせっかくの態度も変わったわけです。しかし、とにかく大体としては、大音楽家の威厳を保ちながら、細い目を
凄まじく輝かせていました。僕ももちろん危険を避けるために特区を小盾に取っていたものです。が、やはり好奇心に駆られ、熱心にマッグと話し続けました。そんな検閲は乱暴じゃありませんか？どの国の検閲よりもかえって進歩しているくらいですよ。例えば、バツバツをご覧なさい。現に、つい一月ばかり前にも、ちょうどこう言いかけた途端です。マックは、あいにく脳天に空き瓶が落ちたものですから、これはただ関東紙です。と、一声叫んだぎり、とうとう気を失ってしまいました。僕はガラス会社の社長のゲールに不思議にも好意を持っていました。ゲールは資本家中の資本家です。おそらくはこの国のカッパの中でもゲールほど大きい腹をしたカッパは一匹もいなかったのに違いありません。しかし、レイ氏に似たサイ君やキュウリに似た子供を左右にしながら安楽椅子に座っているところはほとんど幸福そのものです。僕は時々裁判官のペップや医者のチャックに連れられてゲール家の晩餐へ出かけました。またゲールの紹介状を持ってゲールやゲールの友人たちが多少の関係を持っているいろいろの工場も見て歩きました。そのいろいろの工場の中で、ことに僕に面白かったのは、書籍製造会社の工場です。僕は、年の若いカッパの技師とこの工場の中へ入り、水力電気を動力にした大きい機械を眺めたとき、今更のようにカッパの国の機械工業の進歩に驚嘆しました。何でもそこでは1年間に700万部の本を製造するそうです。が、僕を驚かしたのは本の部数ではありません。それだけの本を製造するのに少しも手数のかからないことです。何しろこの国では本を作るのにただ機械のじょうろ型の口へ紙とインクと灰色をした粉末とを入れるだけなのですから、それらの原料は機械の中へ入るとほとんど5分と経たないうちに菊版、白黒版、菊版裁判などの無数の本になって出てくるのです。僕は滝のように流れ落ちるいろいろの本を眺めながら、反り身になったカッパの技師に、その灰色の粉末は何というものかと尋ねてみました。すると技師は、黒光りに光った機械の前に佇んだまま、つまらなそうにこう返事をしました。これですか？これはロバの脳髄ですよ。ええ。一度乾燥させてからざっと粉末にしただけのものです。時価は1トン2、3千ですがね。もちろんこういう工業上の奇跡は書籍製造会社にばかり起こっているわけではありません。絵画製造会社にも音楽製造会社にも同じように起こっているのです。実際、またゲールの話によれば、この国では平均1ヶ月に7、800種の機械が新案され、何でも
ずんずん人手を待たずに大量生産が行われているそうです。したがってまた職工の解雇されるのも4、5万匹を下らないそうです。そのくせまだこの国では毎朝新聞を読んでいても一度も非業という字に出会いません。僕はこれを妙に思いましたから、ある時またペップやチャックとゲール家の晩餐に招かれた機会にこのことをなぜかと尋ねてみました。それはみんな食ってしまうのですよ。食後の葉巻を加えたゲールはいかにも無造作にこう言いました。しかし食ってしまうというのは何のことだかわかりません。すると鼻眼鏡をかけたチャックは僕の不審を察したと見え、横合いから説明を加えてくれました。その食工をみんな殺してしまって肉を食料に使うのです。ここにある新聞をご覧なさい。今月はちょうど64,769匹の食工が解雇されましたから、それだけ肉の値段も下がったわけですよ。食工は黙って殺されるのですか？それは騒いでも仕方はありません。食工屠殺法があるのですから。これは山桃の鉢植えを後ろに苦い顔をしていたペップの言葉です。僕はもちろん不快を感じました。しかし主人公のゲールはもちろんペップやチャックもそんなことは当然と思っているらしいのです。現にチャックは笑いながらあざけるように僕に話しかけました。つまり餓死したり自殺したりする手数を国家的に省略してやるのですね。ちょっと有毒ガスを嗅がせるだけですから大した苦痛はありませんよ。けれどもその肉を食うというのは冗談を言ってはいけません。あのマックに聞かせたらさぞ大笑いに笑うでしょう。あなたの国でも第4階級の娘たちは賠償婦になっているではありませんか。食工の肉を食うことなどに憤慨したりするのは干渉主義ですよ。こういう問答を聞いていたゲールは手近いテーブルの上にあったサンドイッチの皿を進めながら天然と僕にこう言いました。どうです？一つ取りませんか？これも食工の肉ですがね。僕はもちろん辟易しました。いや、そればかりではありません。ペップやチャックの笑い声を後ろにゲール家の客間を飛び出しました。それはちょうど家々の空に星明かりも見えない荒れ模様の夜です。僕はその闇の中を僕の住まいへ帰りながらのべつ幕なしにヘドを吐きました。嫁にもしらじらと流れるヘドを。しかしガラス会社の社長のゲールは人懐っこいカッパだったのに違いません。僕はたびたびゲールと一緒にゲールの属しているクラブへ行き、愉快に一晩を暮らしました。これは一つにはそのクラブはトックの属している超人クラブよりも
はるかに居心地の良かったためです。のみならず、またゲールの話は哲学者のマックの話のように深みを持っていなかったにせよ、僕には全然新しい世界を、広い世界を覗かせました。ゲールはいつも純金のさじにカフェの茶碗をかき回しながら快活にいろいろの話をしたものです。何でもある霧の深い晩、僕は冬装備を持った花瓶を中にゲールの話を聞いていました。それは確か部屋全体はもちろん、椅子やテーブルも白い上に細い金の縁を取ったセセッション風の部屋だったように覚えています。ゲールは普段よりも得意そうに顔中に微笑をみなぎらせたまま、ちょうどその頃天下を取っていたクオラックス島内閣のことなどを話しました。クオラックスという言葉はただ意味のない関東詞ですが、親とでも訳すほかはありません。が、とにかく何よりも先にカッパ全体の利益ということを標榜していた政党だったのです。クオラックス島を支配している者は名高い政治家のロッペです。正直は最良の外交であるとはビスマルクの言った言葉でしょう。しかしロッペは正直を内地の上にも及ぼしているのです。けれどもロッペの演説は、まあ私の言うことをお聞きなさい。あの演説はもちろんことごとく嘘ですが、嘘ということは誰でも知っていますから、筆記正直と変わらないでしょう。それを一概に嘘というのはあなた方だけの偏見ですよ。我々カッパはあなた方のように、しかしそれはどうでもよろしい。私の話したいのはロッペのことです。ロッペはクオラックス島を支配している。そのまたロッペを支配している者はプーフー新聞のこのプーフーという言葉もやはり意味のない関東詞です。もし強いて訳すれば、ああとでも言うほかはありません。社長のクイクイですが、クイクイも彼自身の主人というわけにはいきません。クイクイを支配している者はあなたの前にいるゲールです。けれども、これは失礼かもしれませんけれども、プーフー新聞は労働者の味方をする新聞でしょう。その社長のクイクイもあなたの支配を受けているというのは、プーフー新聞の記者たちはもちろん労働者の味方です。しかし記者たちを支配する者はクイクイの他にありますまい。しかもクイクイはこのゲールの講演を受けずにはいられないのです。ゲールは相変わらず微笑しながら純金のさじをおもちゃにしています。僕はこういうゲールを見ると、ゲール自身を憎むよりもプーフー新聞の記者たちに同情の起こるのを感じました。するとゲールは僕の無言にたちまちこの同情を感じたと見え、大きい腹を膨らませてこう言うのです。何、プーフー新聞の記者たちも全部労働者の味方ではありませんよ。少なくとも我々カッパというものは誰の味方をするよりも
先に我々自身の味方をしますからね。しかしさらに厄介なことには、このゲール自身さえやはり他人の支配を受けているのです。あなたはそれを誰だと思いますか？それは私の妻ですよ。美しいゲール夫人ですよ。ゲールは大声に笑いました。それはむしろ幸せでしょう。とにかく私は満足しています。しかし、これもあなたの前だけに、カッパでないあなたの前だけに手放しで吹聴できるのです。すると、つまり、クオラックス内閣はゲール夫人が支配しているのですね。さあ、そうも言われますかね。しかし、7年前の戦争などは、確かにあるメスのカッパのために始まったものに違いありません。戦争？この国にも戦争はあったのですか？ありましたとも。将来もいつあるかわかりません。何しろ隣国のある限りは。僕は実際この時初めてカッパの国も国家的に孤立していないことを知りました。ゲールの説明するところによれば、カッパはいつもカワウソを仮説的にしているということです。しかもカワウソはカッパに負けない軍備を備えているということです。僕はこのカワウソを相手にカッパの戦争をした話に少なからず興味を感じました。何しろカッパの強敵にカワウソのいるなどということは、水庫攻略の著者はもちろん、山東民丹集の著者柳田国夫さんさえ知らずにいたらしい新事実ですから。あの戦争の起こる前には、もちろん両国とも油断せずにじっと相手を伺っていました。というのは、どちらも同じように相手を恐怖していたからです。そこへこの国にいたカワウソが一匹、あるカッパの夫婦を訪問しました。そのまたメスのカッパというのは、亭主を殺すつもりでいたのです。何しろ亭主は道楽者でしたからね。おまけに生命保険のついていたことも多少の誘惑になったかもしれません。あなたはその夫婦をご存知ですか？ええ、いや、オスのカッパだけは知っています。私の妻などはこのカッパを悪人のように言っていますがね。しかし私に言わせれば、悪人よりもむしろメスのカッパに捕まることを恐れている被害妄想の多い狂人です。そこで、このメスのカッパは、亭主のココアの茶碗の中へ、聖火カリを入れておいたのです。それをまたどう間違えたか、客のカワウソに飲ませてしまったのです。カワウソはもちろん死んでしまいました。それから戦争になったのですか？ええ。あいにくそのカワウソは勲章を持っていたものですからね。戦争はどちらの勝ちになったのですか？もちろんこの国の勝ちになったのです。36万9500匹のカッパたちはそのためにけなげにも戦死しました。しかし敵国に比べればそのくらいの損害は何ともありません。この国にある毛皮という毛皮は大抵カワウソの毛皮です。私もあの戦争の時にはガラスを製造する他にも石炭柄を戦地へ送りました。
石炭柄を何にするのですか？もちろん食料にするのです。我々は、カッパは腹さえ減れば何でも食うのに決まっていますからね。それは、どうか怒らずにください。それは戦地にいるカッパたちには、我々の国では秋分ですがね。この国でも秋分には違いありません。しかし、私自身こう言っていれば、誰も秋分にはしないものです。哲学者のマッグも言っているでしょう。汝の悪は汝自ら言え、悪はおのずから消滅すべし。しかも私は利益の他にも愛国心に燃え立っていたのですからね。ちょうどそこへ入ってきたのはこのクラブの旧氏です。旧氏はゲールにお辞儀をした後、朗読でもするようにこう言いました。お宅のお隣に火事がございます。火事？ゲールは驚いて立ち上がりました。僕も立ち上がったのはもちろんですが、旧氏は落ち着き払って次の言葉を付け加えました。しかしもう消し止めました。ゲールは旧氏を見送りながら泣き笑いに近い表情をしました。僕はこういう顔を見ると、いつかこのガラス会社の社長を憎んでいたことに気づきました。が、ゲールはもう今では大資本家でも何でもないただのカッパになって立っているのです。僕は花瓶の中の冬装備の花を抜き、ゲールの手へ渡しました。しかし、火事は消えたと言っても、奥さんはさぞ驚きでしょう。さあ、これを持ってお帰りなさい。ありがとう。ゲールは僕の手を握りました。それから急ににやりと笑い、小声にこう僕に話しかけました。隣は私の家作ですからね。火災保険の金だけは取れるのですよ。僕はこの時のゲールの微笑を軽蔑することもできなければ憎悪することもできないゲールの微笑をいまだにありありと覚えています。どうしたね。今日はまた妙に塞いでいるじゃないか。その火事のあった翌日です。僕は巻きタバコを加えながら、僕の客間の椅子に腰を下ろした学生のラップにこう言いました。実際またラップは右の足の上へ左の足を乗せたまま、腐ったくちばしも見えないほどぼんやり床の上ばかり見ていたのです。ラップ君、どうしたねと言えば、いや、何、つまらないことなのですよ。ラップはやっと頭を上げ、悲しい鼻声を出しました。僕は今日窓の外を見ながら、おや、虫取りすみれが咲いたと何気なしにつぶやいたのです。すると僕の妹は急に顔色を変えたと思うと、どうせ私は虫取りすみれよと当たり散らすじゃありませんか。おまけにまた僕のおふくろも大の妹びいきですから、やはり僕に食ってかかるのです。虫取りすみれが咲いたということは、どうして妹さんには不快なのだね。さあ、
多分オスのカッパを捕まえるという意味にでも取ったのでしょう。そこへおふくろと仲悪いおばも喧嘩の仲間入りをしたのですから、いよいよ大騒動になってしまいました。しかも年中酔っ払っている親父は、この喧嘩を聞きつけると誰彼の差別なしに殴り出したのです。それだけでも始末のつかないところへ、僕の弟はその間におふくろの財布を盗むが早いか、キネマか何かを見に行ってしまいました。本当に僕はもう。ラップは両手に顔をうずめ、何も言わずに泣いてしまいました。僕の同情したのはもちろんです。同時にまた家族制度に対する詩人のトックの軽蔑を思い出したのももちろんです。僕はラップの肩を叩き、一生懸命に慰めました。そんなことはどこでもありがちだよ。まあ、勇気を出したまえ。しかし、くちばしでも腐っていなければ、それは諦めるほかないさ。さあ、トック君の家へでも行こう。トックさんは僕を軽蔑しています。僕はトックさんのように大胆に家族を捨てることができませんから。じゃあ、クラバック君の家へ行こう。僕はあの音楽会以来、クラバックにも友達になっていましたから、とにかくこの大音楽家の家へラップを連れ出すことにしました。クラバックはトックに比べればはるかに贅沢に暮らしています。というのは、資本家のゲールのように暮らしているという意味ではありません。ただいろいろの骨董を、棚蔵の人形やペルシャの陶器を部屋いっぱいに並べた中に、トルコ風の長椅子を据え、クラバック自身の肖像画の下にいつも子供たちと遊んでいるのです。が、今日はどうしたのか、両腕を胸へ組んだまま苦い顔をして座っていました。のみならず、そのまた足元には紙くずが一面に散らばっていました。ラップも詩人トックと一緒にたびたびクラバックには会っているはずです。しかしこの様子に恐れたと見え、今日は丁寧にお辞儀をしたなり、黙って部屋の隅に腰を下ろしました。どうしたね、クラバック君。僕はほとんど挨拶の代わりにこう大音楽家へ問いかけました。どうするものか、批評家のアホめ。僕の叙情詩はトックの叙情詩と比べ物にならないと言いやがるんだ。しかし君は音楽家だし、それだけならば我慢もできる。僕はロックに比べれば音楽家の名に値しないと言いやがるじゃないか。ロックというのはクラバックとたびたび比べられる音楽家です。が、あいにく超人クラブの会員になっていない関係上、僕は一度も話したことはありません。もっとも、くちばしの反り上がった一癖あるらしい顔だけは、たびたび写真でも見かけていました。ロックも天才には違いない。しかしロックの音楽は、君の音楽にあふれている近代的情熱を持っていない。君は本当にそう思うか？そう思うとも。すると、クラバックは立ち上がるが早いか、棚蔵の人形をひっつかみ、
いきなり床の上に叩きつけました。ラップはよほど驚いたと見え、何か声を上げて逃げようとしました。が、クラバックはラップや僕にはちょっと動くなという手真似をした上、今度は冷ややかにこう言うのです。それは君もまた俗人のように耳を持っていないからだ。僕はロックを恐れている。君が謙遜家を気取るのはやめたまえ。誰が謙遜家を気取るものか。第一、君たちに気取ってみせるくらいならば、批評家たちの前に気取ってみせている。僕は、クラバックは天才だ。その点ではロックを恐れていない。では何を恐れているのだ。何か正体の知れないものを、いわばロックを支配している星を。どうも僕には腑に落ちないがね。ではこう言えばわかるだろう。ロックは僕の影響を受けない。が、僕はいつの間にかロックの影響を受けてしまうのだ。それは君の感受性の、まあ聞きたまえ。感受性などの問題ではない。ロックはいつも休んじてあいつだけにできる仕事をしている。しかし僕はイライラするのだ。それはロックの目から見れば、あるいは一歩の差かもしれない。けれども、僕には10マイルも違うのだ。しかし先生の英雄曲は、クラバックは細い目を一層細め、いまいましそうにラップを睨みつけました。黙りたまえ。君などに何がわかる。僕はロックを知っているのだ。ロックに平身低頭する犬どもよりもロックを知っているのだ。まあ少し静かにしたまえ。もし静かにしていられるならば、僕はいつもこう思っている。僕らの知らない何者かは僕を、クラバックをあざけるためにロックを僕の前に立たせたのだ。哲学者のマッグはこういうことを何もかも承知している。いつもあの色ガラスのランタンの下に古ぼけた本ばかり読んでいるくせに、どうしてこの近頃マッグの書いたアホーの言葉という本を見たまえ。クラバックは僕に一冊の本を渡すというよりも投げつけました。それからまた腕を組んだままつっけんどんにこう言い放ちました。じゃあ今日は失敬しよう。僕はしょげ返ったラップと一緒にもう一度往来へ出ることにしました。人通りの多い往来は相変わらずブナの並木の陰にいろいろの店を並べています。僕らは何ということもなしに黙って歩いて行きました。するとそこへ通りかかったのは髪の長い詩人のトックです。トックは僕らの顔を見ると腹の袋からハンケチを出し、何度も額を拭いました。いや、しばらく会わなかったね。僕は今日は久しぶりにクラバックを訪ねようと思うのだが、僕はこの芸術家たちを喧嘩させては悪いと思い、クラバックのいかにも不機嫌だったことを婉曲にトックに話しました。そうか、じゃあやめにしよう。何しろクラバックは神経衰弱だからね。僕もこの2、3週間は眠られないのに弱っているのだ。どうだね、僕らと一緒に散歩をしては。いや、今日はやめにしよう。おや？トックは
こう叫ぶが早いか、しっかり僕の腕をつかみました。しかも、いつか体中に冷や汗を流しているのです。どうしたのだ？どうしたんです？何？あの自動車の窓の中から緑色の猿が一匹首を出したように見えたのだよ。僕は多少心配になり、とにかくあの医者のチャックに診察してもらうように勧めました。しかしトックは何と言っても承知する景色さえ見せません。のみならず何か疑わしそうに僕らの顔を見比べながらこんなことさえ言い出すのです。僕は決して無政府主義者ではないよ。それだけはきっと忘れずにいてくれたまえ。ではさようなら。チャックなどはまっぴらごめんだ。僕らはぼんやり佇んだままトックの後ろ姿を見送っていました。僕らは、いや、僕らではありません。学生のラップはいつの間にか往来の真ん中に足を広げ、しっきりない自動車や人通りをまた眼鏡に覗いているのです。僕はこのカッパも発狂したかと思い、驚いてラップを引き起こしました。冗談じゃない。何をしている？しかし、ラップは目をこすりながら、意外にも落ち着いて返事をしました。いえ、あまり憂鬱ですから、逆さまに世の中を眺めてみたのです。けれども、やはり同じことですね。